どうも、あずちゃんゲームズの DIY です。皆様、明けましておめでとうございます。当チャンネルは、あずちゃんゲームズのサブチャンネル、あずちゃんゲームズの DIY チャンネルです。2022年より、DIY 専門チャンネルとして新設いたしました。当チャンネル1回目の動画は、サイバーフォーミュラ RC 化計画、大掛か開発プロジェクトシリーズとなります。メインチャンネルで投稿してきた、青島文化教材社製24分の1サイバーフォーミュラシリーズの RC 化計画を引き継いだ新シリーズとなります。映像のマシンはメインチャンネルで制作してきたマシンです。4台は制作しています。いずれも手作業により制作したマシンで、いずれもラジコンカーとして動作成功したマシンでしたが、ここでウプ主、欲を書いてしまいました。もっと性能を向上させたい。といった感じにです。ところが、性能向上には高い工作精度が要求され、ウプ主の手作業では、どうしても性能向上がままならなくなっていきました。そこで、ウプ主はサイバーマシンをオークション出品用に1台仕立てて、その資金で工作機械を購入しようと決断し、実行しました。結果は惨敗でしたが、まあ、このご時世に、ホビー品を高額で出資してくださる既得な方など、そうそういるわけもなく、ウプ主の淡い思惑は容易に打ち砕かれ、計画が一旦白紙に戻りました。その後、どうしたかというと、ウプ主は別の切り口で資金調達活動を行っておりました。また、工作機械でなければいけないのかという初期構想から、性能向上計画を一度見直すとして、ようやく本計画を再スタートさせるに至ります。資金調達の内容は、また別のお話として取り上げます。とりあえず、なんだかんだで計画が再始動できたということですね。ということで再スタートした本計画ですが、まず、手始めに、ウプ主制作のオーガー RC の改良型から開発することに決定。初期のオーガは、かなり反省点を抱えた問題作であったため、本計画で、性能向上を目的としたオーガ会として制作をスタートさせます。肝心のマシン制作手段なのですが、ウプ主は、あるものを使用することにしました。それがこちら、3D プリンターです。光成形レジンを成形して立体物を印刷する便利な機械ですね。エレゴマーズ2という 3D プリンターで Amazon にて3万円ほどで入手できました。これをフルに活用して、オーガの性能向上を狙っていく3段です。3D プリンターは PC にて 3D データを作成し、印刷可能な拡張子に変換しておかないと印刷できないため、まずは必要部品 3D データの作成から行います。とはいえ、このオーガは形状がかなり複雑です。キットのパーツをすべて 3D データ化するのはかなりの時間と労力を必要とするため、改良に必要なパーツだけを 3D プリンターで出力するようにしていきます。主に走行に必要なタイヤやボディを保持するシャシー部分を RC 用の新設計のものへと変更していきます。ベースとなるキットのシャシー部分は流用できる形状はそのまま寸法データ化し、そこから機能追加部分を新設計していきます。オーガ界で求める性能は主にコーナリング性能です。アスラーダ、オーガともに手仕上げでの製作品では小回りの利きづらい癖のあるマシンでしたので、そこを解消するのが今回の目的となります。小回りが利かない原因は、ウプ主的に考えた結果、サスペンションがないからではないかという結論から、今回からサスペンション機能を追加することを決定。サスペンションとは簡単に言うと、タイヤをバネの弾力を利用して路面とくっつきやすくする機能のことですね。結局は車ですので、タイヤがしっかりと地面を捉えていないと、進んだり曲がったりがしっかりできないのです。路面は必ずどこかがデコボコしているものなので、バネの伸縮性を使ってタイヤをうまく地面に押さえつけようという狙いです。映像のものは、ウプ主が学生時代に買った中古のラジコンで、このラジコンにはサスペンション機能があります。この構造を参考にシャシー部分を新設計していきます。3D データですが、新設計ということもあり、そのまま 3D データを作るのはちょっと無理があります。
長さ、高さ、極率、穴位置などの具体的な寸法データがないまま、勘でデータを作っても、粗末な部品しかできないため、手書きで設計図を作成し、これを元に 3D 化します。ノギスやゲージなどの器具を駆使して、部品の実測データを方眼紙に記載していきます。ウプ主手持ちの器具の中では、これが最も正確な検証データを収集できる手段となります。とはいえ、資金力があれば、もっと良い機材でやってみたいものですが、低所得国民のウプ主には、なかなか厳しいものがあります。手書きデータは、主に3種類に分けられます。まずは、キットの写真形状をトレースした形状数ポーズから製図します。ベース形状を正確に製図することにより、機構部を組み合わせた時の干渉箇所を特定しやすくなります。改造設計案のひな形は、この形状を起点として作成していきます。複合的な曲面や、内側に織り込まれたエッジなど、かなり複雑な形状を持つため、セクションごとに断面形状図をトレースしてデータ化します。ベース形状を製図したら、新たな図面に機構設計図面を製図していきます。RC の制御基板や、リアドライブセクション、ステアリングサーボ機構及び、ボディ締結部分などの機能的設計をここで行います。動力及び制御機能を内蔵する中央セクションは、過去の手作り品設計を踏襲し、旋回性能に影響のあるステアリング部分を新設計としていきます。サスペンション機能を追加していくため、フロントタイヤがそれぞれ独立して稼働するよう上下ストローク用のアームを導入します。タイヤここが上下ストロークすることにより、路面接地度が向上していくはずです。とはいえ、ステアリング機構だけでも、クリアランスがかなり圧迫されるこのデザインに、サスペンション機能を追加するというのは、かなり難易度の高い作業でした。タイヤを保持するナックル、ボディ及びシャシーとの接触をしない、ギリギリのクリアランスを維持しながら、機能性を確保しなければなりません。アイデアを書き込んでは、干渉が発覚し、一から練り直す。これらを繰り返していきます。手書き図面は、図面上の形状と実物が同サイズの寸法でなければならないため、整合性の確認も事細かに確認していきます。去年の11月上旬から開始されたこの作業は、延べ1ヶ月の作業期間を要しました。干渉と整合性が取れ、なおかつ、機能性も問題ないと確認できた段階で、この図面をベースとした部品図面を製図していきます。サスペンション機能を持ったナックルを保持するアーム類を製図していきます。この段階では 3D プリンターの印刷性能がよくわかっていなかったため、極力シンプルな形状を意識して設計を行いました。おそらく簡単な形状であれば寸法の狂いや印刷不良を起こしづらくなるだろうという予想の上で作業を進めていきます。3つの図面が完成したら、その図面をもとに 3D データを作成していきます。流れは、手書き同様に、形状、機構、小部品の順でモデリングを行います。使用しているソフトは、オートデスク製の Fusion 360です。工業界では、世界シェアを持つほど、一般的な CAD メーカーのソフトですね。ウプ主は、職業柄この手の CAD をよく使っているため、案外すんなりと使うことができました。使い方さえ分かってしまえば、あとは手書きデータの通りに形状を再現していくだけですので、この作業は1週間ほどで完了しました。オートデスク製の CAD ソフトは本当に扱いやすくて素晴らしいですね。他社ですと、ブレンダールなどの 3D モデリングソフトもありましたが、あれは工業用というよりかは、キャラデザなどのアニメーション作成に特化したものでしたので、ウプ主には使いこなせませんでした。そんなこんなで完成した 3D モデリングデータは、適切な拡張子やエクスポートした後に、スライサーソフトと呼ばれる 3D プリンター用の編集ソフトで追加工を行います。レジンを成形していく過程で、変形などの印刷不良を起こさないために、また、3D プリンターに読み込ませるデータに変換していくための作業ですね。そんな作業をしていく傍ら、3D プリンターのセットアップも行います。初回運用では、プリンターの印刷動作を正常に行うためのプリセット作業を行う必要があります。成形比を固定するためのアーム部分が印刷位置で正確に停止できるように位置調整と基準合わせを行います。光成形プリンターは
レジン液にレーザーを当てて局部的に硬化させる作用を利用して立体物を成形させていく機械です。成形物の固定面に対し下部のスクリーンから射出されるレーザー光を当てて固定面に硬化レジン膜をつけ、これを何層にも積層させて立体物を印刷していきます。100円ショップなどでも手作りアクセサリー用の UV レジンと UV ライトのアイテムなどが売られていますが、原理はおおむね一緒と考えても良いでしょう。光成形 3D プリンターの方がより高度な形状再現ができるという点において差があるくらいじゃないかなと勝手に思っています。データも仕上がり、セットアップも一通り完了したところで、早速設計した部品を印刷していこうかと思います。プリンターのレジンタンクに光硬化レジンを適量充填していきます。使用するレジンは SK 本舗さんから発売されている水洗いレジンを使っていきます。界隈では評判がいいと聞いていたため、とりあえず1本買ってみました。一般的なレジン液は匂いがきつく、また皮膚に悪影響を及ぼすらしいです。後片付けの際も工業用の無水エタノールで器具を洗浄するらしいのですが、これがかなりの危険物らしく、全体的に取り扱いが面倒だとか。ウプ主は結構めんどくさいのが嫌いなので、匂いが少なく水で洗える安全そうな水洗いレジンで無難に済ませることとしました。水だけで簡単に洗い流せて、廃材も適切に処理すれば燃えるゴミとして出せるそうなので、水洗いレジンだけで十分じゃないかなと思うウプ主でした。さて、いよいよ印刷されるといういい局面ですが、本日のお話はここまでとさせていただきます。というのも、この後がウプ主にとってかなりの試練となっていき、話が長くなってしまうためです。ウプ主に一体何が起こってしまったのか、詳しくは次回のお楽しみ。ちなみにですが、諸事情により本計画の作業が難航しており、次回投稿がちょっと遅れるかもしれません。もし万が一にでも楽しみにされている方がいらっしゃいましたら、長い目でお待ちいただけますと幸いです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございますです。